こんにちは。節ネットデジタルデトックスのアイディアをお伝えしている糸代美也です。今回は両記事紹介、情報を知るって本当にいいことです。今回の記事おすすめはこんな人です。まず1点目、朝ごはんの時にニュースや情報番組を見る人、夜はニュースを見る人、結構ほとんどそういう人だと思うんですけれども、そして2点目、ウィキペディアをついつい見てしまう人、私も大好きです。つい見ちゃいますよね。そして3点目、なんとなく Yahoo のトップページを見てしまう人。これ私もそうでした。つい見ちゃうんですよね。そして4点目。情報弱者、いわゆる情弱ですね。にはなりたくないなと思っている人。ということで1点目から4点目まで挙げましたが、かなりこう網羅すれば、日本の大勢の人がそうなんじゃないのかなというぐらいなんですけれども、そのぐらい多くの人に響く内容なんじゃないのかなと思います。今回紹介するのは記事ではなく漫画です。漫画家の大塚史郎さんの4ページ漫画、情報を集めすぎた情報弱者のお話というのが今回紹介したい、記事になります。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ読んでいただきたいです。この漫画について簡単に解説します。先生と生徒によって構成されていて、生徒が情弱っていうのは情報を知らない人のことなんじゃないのかというふうに、先生に質問するんですが、先生はそうではないと説きます。先生の説く情弱とは果たしてどういう人なのか。また、漫画の最後では情報を見すぎると脳内や心がどういうふうになっていくのかというのをあるものに例えているんですが、このオチはかなりドキッとすると思います。ここからはおまけです。感覚って人と比べられないですよね。匂いがやたら気になる人もいたり、あと音に敏感な人もいたりします。それと同じように腹が立つようなニュース、また悲惨なニュースを見ても、自分が同じように腹が立った、自分と同じように悲惨に感じた、すべての人がそう思うとはやっぱり限らないわけです。他人事と境界線がきっちり引けて、あんまり引きずらない人もいれば、引きずっていつまでもイライラしたり、くよくよ落ち込んでしまう人もいるわけです。あなたはいかがでしょうか？なかなか人と比べるようのない感覚なので分かりにくいと思うんですけれども、例えば0が全く気にならなくて、100がすごく気になるだったら、あなたはどのくらいでしょうか？ちなみに私はかなり引きずられる方です。100がかなりくよくよ気にする方なら私90ぐらいあるんじゃないかなと思います。これは別に他人事としてあっさり流せる人が薄情な人間というわけでも、また逆にいつまでも引きずってしまう人が人間的に弱いとかそういうわけではなく、その二つに優劣があるわけではないと思っています。単に性格や個性の違いなんだと思います。なので大事なのは引きずられがちなタイプの人はそういった情報に触れないということに尽きると思います。私はコロナが出てきたので、朝昼の情報番組やニュースなどを見ると落ち込んでしまったり無力感を覚えたり腹立たしくなってしまうということがすごく多いなと思ったので、もう今はほとんど見なくなりました。なんで1年以上こういう番組をろくに見ていないです。で、テレビだけに限りません。ヤフーニュースなんかも戦場的でクリックさせようとする見出しが多いなと思ったため、あんまり今は見ないようにしています。私は本業がちなみにライターですので、クリックさせようとタイトルを盛る気持ちはすごくよくわかるんですね。で、実際 Yahoo さんはそれが上手いんですから、Yahoo の中の人の技術はすごく同業者として尊敬しています。でもなんだかんだ言って今、そんなわけでテレビや Yahoo なんかもろくに見ないんですが、でもそうは言っても仕事柄知っとかないとまずいということもあるので、私は今こんな風に情報を集めるデッキを作ってますってことを次お話ししたいと思います。現状です。いくつかに分かれまして、まず1点目、仕事で必要な IT 系のニュースは IT 専門のサイトをいくつか SNS でフォローしています。そして2点目、これは知りたいなというキーワードがある場合、Google アラートを活用しています。Google アラートとっても便利です。ご存知の方も多いと思いますが、事前にキーワードを登録しておくと、勝手に情報を集めてメールをしてくれるんですね。Google アラートで検索すると丁寧に解説したサイトがたくさん出てくるので、そちらを見ていただければと思います。そして3点目、一般的なニュース、今どんなことが起きているのかとかそういったことは日本経済新聞のサイトを見るようにしています。日経って経済に特化してるんで伝え口が淡々としてるんですよ。あんまり情が入ってない。それが割と情に流されやすい私にはかえってそういう方が向いてるんですね。
で、4点目。先ほどテレビのニュースなんかは見ないようにしてるとお話ししたんですが、テレビでも BS の NHK ですね。毎時間の50分から10分間だけやる、確か、4K ニュースとかそういった番組の名前だと思うんですけど、それも淡々としていて短くていいんですよ。地上波ではなく BS の方です。あとこれはテレビではなく、ニュースというよりは教養番組かもしれませんが、池上さんのニュース解説番組を見ています。今は私はこれで事足りています。これが今、情報でイライラしたくないぞっていう私が作っているオリジナルの世界で一つだけの私専用の情報デッキになります。まあでもこれも一生不変というわけではなく、今後何を知りたいかということも変わってくるでしょうから、日々改変を繰り返していくのだろうなと思っています。皆さんもぜひ今の自分の情報のデッキを見てみて、より良いデッキを作ってみませんか？こんな感じでお話してきましたが、必要のない情報は見ないってすごく身軽だなぁと今の実感としてあります。ネットやテレビって実質ただみたいなものですし、またやっぱりどうしてもあるじゃないですか。知らないよりは知ってる方がいいんじゃないのっていう感覚。それでついつい気がつけば、よくよく考えれば元気が出なくなるような情報を見てはいないでしょうか。これって私現代の呪いなんじゃないのかなと思うんですよ。一回一回では大した量ではないけれども、それが毎日積み重なって習慣になってくると結構心に侮れない影響があるんじゃないかなと思います。例えば極端な例で言うと、誹謗中傷でものすごく腫れている掲示板を食事と睡眠の時以外は必ず見るみたいな生活を1ヶ月繰り返すみたいな状況を想像してみてください。病みますよね。すさむと思います。今極端な例を挙げましたけど、朝ニュースとかで、夜ニュースとかで、昼情報番組とかで、あとヤフーのトップページとかそういったところを見て、なんだか不快だな、嫌な気持ちになるなというのをずーっと日々ちょっと目にしていくっていうのって、その荒れまくった掲示板をずーっと見てるっていうのの、それを薄めたバージョンであって本質的には同じなんじゃないのかなと思います。積み重なればでかいんじゃないのかなと思うんですよ。なんでデジタルデトックスを超え、インフォメーションのデトックスもしてみてはどうでしょうかということでした。それではお聞きいただきありがとうございました。またお会いしましょう。糸代美也でした。